おはようございます。ケンです。今日もテスラに関する最新情報、特に今後の未来を左右する3つの重要ニュースについてお話をしていきたいと思います。サイバーキャブの量産開始、オートパイロット表記の廃止と規制対応、そしてモデル3が最高評価 EV を受賞。今日はテスラオーナーの方にも、そしてテスラ株投資家の方にとってもぜひ押さえてほしいポイントを整理して見ていきたいと思います。まず、サイバーキャブについてです。テキサスのギガファクトリーで初のサイバーキャブが生産ラインから完成しました。これはコンセプトや発表会の話ではありません。実際に工場で形になったという事実です。さらにイーロン・マスクさんは2027年までに3万ドル以下で一般販売を目指すと明言しました。ここが非常に重要です。サイバーキャブはロボタクシー専用車として発表されました。ハンドルもペダルもない設計です。しかし将来的には一般消費者にも販売する可能性を示唆しています。つまりこれっていうのは単なるフリートの専用車ではなくって個人が所有できるロボタクシーになる可能性があるということになります。3万ドル以下という価格帯は現在のモデル3と競合するレンジです。もし本当に完全自動運転車がその価格で手に入るとしたら、これは自動車産業の構造を根本から変える出来事になってくるんじゃないかと思います。ただし、ここで冷静さも必要です。量産開始といっても、初期はテスト的な少量生産です。立ち上げは必ず S 字カーブを描いていきます。最初は遅く、そこから急激に加速していきます。投資家として見るならば、始まったという事実と、まだ始まったばかりという現実の両方、これを同時に見る必要があると思います。では、このサイバーキャブなんですけれども、一般販売となった時にハンドルをつけて販売するのか、それともハンドルなしで販売していくのか、ここが重要なポイントになってくると思います。そしてロボタクシーとして運用することを前提とした販売なのか、それとも普通に1台の車としての販売になってくるのか、ここがどのような扱いになるのかというのが今後の注目ポイントになってくると思います。さらに言うと、アメリカだけの販売ではなく、世界中で販売をしていくのか、そこも気になりますよね。当然日本に入ってくるのかどうか、このあたりも気になるところです。もし日本で販売となってきた場合、多分モデル3よりも少し安くなってくるんじゃないかと思いますけれども、そうなってきたら皆さんどうしますか？僕は多分断言できますけれども、間違いなく買うんじゃないかと思います。もう自分専用の車としてこれは欲しいなと今は思っていますけれども、そのあたり皆さんどうでしょうか？今後の展開が非常に楽しみになってきました。では次は未来から現実へ、オースティンでロボタクシー運用においてテスラは軽微な事故5件を開示しました。すべて低速、物損のみで負傷者はなしです。数字だけを見ると小さい話に見えるかもしれません。しかし重要なのは完全自動運転モード中に起きたという点です。FSD は進化していますが、まだ未完成です。そして同時にテスラはオートパイロットっていう名称を廃止しました。カリフォルニア州での販売停止リスクを回避するためです。これは単なる言葉の問題ではありません。テスラはこれまでオートパイロットだったり、フルセルフドライビングという表現が誤解を招くと規制当局から指摘されてきました。今回マーケティングを修正し、実際に製品構成も変更するということで、規制と正面衝突する道ではなく、折り合いをつける道、これを選んできたということになります。そしてこれっていうのは、長期的にはポジティブです。なぜなら、巨大企業が本当に怖いのは技術的な失敗ではなくて、法規制による停止だからです。テスラは前進をやめずに現実路線へ舵を切りました。サイバーキャブの未来を語るならば、技術と同じくらい規制対応っていうのも重要になってきます。そうなってくると、個人的に気になってくるのが、中国が今後、物理ボタンのない車に関して規制をかけてくるといった話です。こちらに関しては、昨日の YouTube でお話をしましたけれども、この規制に対して今後どうなっていくのか、ここが非常に重要なポイントになってくると思います。はい。では次は現在の足元を見ていきましょう。モデル3がエドマンズの2026年最高評価 EV に選ばれました。評価ポイントは価格、
効率、走行性能、そしてビルド品質の向上です。これは非常に意味があります。テスラはロボタクシーや AI の話題ばかりが注目されがちですが、収益の土台は今もやっぱり車両の販売です。モデル3が市場で高く評価されるっていうことは、テスラの基盤ビジネスが健全であるという証明です。キャッシュフローを生む主力商品が強いからこそ、サイバーキャブや AI に大規模投資ができるということになります。投資家視点で言えば、これは非常に重要です。未来ストーリーだけで株価が支えられているわけではありません。現実の製品が評価され、売れ続けているという事実があるんです。さらに興味深いのが、フォードの動きです。フォードが次世代 EV にテスラ式のギガキャスティングと 48V アーキテクチャを採用すると発表しました。これは何を意味するのか、簡単に言えばテスラの製造思想が業界の標準になりつつあるということになります。ギガキャスティングは部品点数を減らし、コストと重量を削減します。48V 化は配線を短縮し、効率を向上させます。これらはサイバートラックで実装された技術です。つまり競合がテスラを追いかけている構図になります。本当に強い企業は自社が動くだけではなく、業界の設計思想そのものを変えてしまいます。テスラは今、その段階に入っていると言えるでしょう。では、全体を整理していきたいと思います。第1弾ロケットは EV の販売です。モデル3やモデル Y が評価され、売れ続けること。そして第2弾ロケットは FSD とロボタクシー。まだ未完成ではありますけれども、社会実装が始まっています。そして第3ロケットはサイバーキャブと AI の統合です。3万ドル以下の自動運転車が一般販売される未来になってきます。短期的には事故の報道や規制のニュースで株価は揺れます。しかし構造的な流れを見ると、テスラは単なる自動車メーカーからモビリティインフラ企業へと変化をしています。僕はここに一番注目しています。テスラは車を売る会社から移動の仕組みを作る会社へと進化しているわけです。ではこういったことを踏まえて皆さんに問いかけたいと思います。3万ドルのサイバーキャブが街を走る未来は本当に来ると思いますか？日本でも来ると思いますか？そしてその未来が来た時にテスラの価値は今と同じでしょうか？ぜひコメントで皆さんの考えをお聞かせください。はい、では最後にテスラの株価チェックしておきましょう。本日は上昇し、現在414ドルとなっております。はい、では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。はい、では追伸です。もしテスラの購入を検討されているなら、僕は中古をお勧めします。テスラの場合はアップデートしますので、去年買おうが今買おうが中身は同じです。モデル3と Y、それぞれデザインは変わりましたけれども、基本的な中身は同じです。それを踏まえると、一番のおすすめはハードウェア4搭載の中古を買うのがいいと思います。実際にテスラに乗ってテスラの情報を収集していると、購入前に不安だったバッテリーの問題、これも全くなくなりました。テスラの場合は30万キロ、40万キロは全然走ると思います。それを考えると10万キロ以上走っているテスラとかかなりお得だと思います。僕自身なんですけれど、今月末にテスラストアの方に行ってインタビューをしてくる予定です。そのインタビューの中で FSD に関して移行っていうのはいつでもできるのか、そして何回でもできるのかっていうのを聞いてみようと思います。もしそこで何回でもいつでもできますよっていうような回答を得られるならば、僕自身は安いモデル3とかモデル Y で FSD が搭載されている車を買おうかなって今思っています。そして FSD 搭載の車を買っておいて、僕は本当今日の情報でサイバーキャブの一般販売が決まったという風な情報がありましたけれども、サイバーキャブが欲しいなと思っているので、ただ実際に2027年からサイバーキャブが販売開始したとして、日本で販売ってなってくるともう少し後かなって今は思っているので、とりあえず今は FSD 搭載の中古を安く買えるんだったら買って、そしてサイバーキャブが出た時にそれを移行していきたいなって今は企んでいます。
なので僕は今200万円以下の FST 搭載のモデル3かモデル Y、これが出るのをね、虎視眈々と狙っているという状況です。もし出たら速攻でね、買おうかなと今は思っております。とりあえず今月末にテスラの方にインタビュー行きます。その様子もですね、また YouTube でアップしていきたいなと思っていますので、ぜひね、その動画もね、楽しみにお待ちください。はい、ではね、本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。